皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。12月17日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は171メートル58。2日前と比べると18センチの下げ、今月初めから低下傾向が続いています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒5390立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒6000立方メートルでした。差分については毎秒610立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はプラスの350、三峡ダムはマイナス100。ここのところダムへの流入量は6000台が続き、かなり少ない状態となっています。一方、深夜0時の放流量は毎秒7260立方メートルでした。単純に割り算をすると 23% の発電状況で7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べるとほぼ変わらずです。中国湖南省の水門局が公表した三峡ダムの最新データを見ていきます。黒で示す放流量は今月9日以降、下限上限ともに引き下げた運用が続いており、状況に大きな変化は見られません。緑のラインで示す流入量は、1日を通して放流量を下回ったままで、増加に転じる兆しは見られず。上流の観測所についても、多少の上下はあるものの、目立った動きはなく、全体として落ち着いた水位となっています。流入量が放流量を下回る状態が続いているため、ダムの水位は引き続き低下傾向にあります。ところでさらっと流しましたが、ここの部分。通常のデータでは考えられない水位の上昇が表示されています。バイデンジャンプもびっくりこきまろ。さすがに表示のバグかなんかなんでしょうが、しれっとデータ補正でも行ったのかと、ニヤニヤしながら見ている次第です。西洋チャンネル。三峡ダムでは、完成した時からすでに、大小様々なひび割れがあったと言われています。そこで今回は写真や映像をいろんな角度から見て、その現状について触れてみたいと思います。ダムは中国の内陸部、長江の中ほどに建設されました。正式に工事が始まったのは1994年の12月とされ、去年で30年目になると官製メディアが報じていました。工事は3つのフェーズに分けて行われ、2009年に完成。衛星写真で見るとこのような感じで、左上が上流、右側が下流側になります。低長長、つまりダムの長さは2309メートル、高さは185メートルと世界最大級です。ダム本体の横には、船を上げ下ろしするためのシップリフトというものが設置されています。こちらは下流側から見た写真で、貯水側の左岸から見ると、このようになります。それでは本題です。こちらの画像をじっくり見てみます。先ほどの写真で言うと、この辺りを上空から撮ったもので、ここに見えるのは自動車の運搬船。写真を見る限り、横に10台ほど並んでいます。乗用車であれば幅は 1.9 メートルほどですから、2メートルで計算すると、ここの部分の幅は20メートル以上ありそうです。そして、当チャンネルが注目したのはここの部分。なんとなく、ひび割れのような隙間が見えます。先ほどの車のサイズと、まっすぐではない謎のラインを見比べると、1センチや2センチといったものではないことは容易に想像できます。パックリと言ってるようにも見えます。皆さんすでにご存知の通り、このシップリフトの周りにはひび割れと思われる箇所がいくつかあります。下流の横から見た映像がこれですが、画面下の方にはギザギザになっている部分があります。どう見てもデザインとは思えぬライン。こちらは建設当時のかなり古い写真。そして去年に撮影された新たな写真を見比べてみると、その違いから、この部分は補修されたのではないかと見ています。今から5年前の2020年12月に、中国の大規模、中規模ダムの改修計画が発表され、
三峡ダムもその中に含まれると、あちらの当局が公表しています。去年の9月、改修が完了したと、管制メディアが発表するも、どこをどう直したかは一切触れられていません。当チャンネルでは、改修工事のうちの一つに、ここの部分が含まれているのではないかと睨んでいます。ニュースで発表された限り、工期はかなり短いものです。ですから、表面上は綺麗になったように見えても、根本的な改修工事ではなく、化粧直しをした程度なのではないかと疑っています。そして、これも過去に取り上げたのですが、先ほどの写真のこの部分。実は、別の角度では、こういうものも確認されています。こちらは想像ではなく、明らかにひび割れです。この距離から目視できるということは、それなりのひびの幅があるものと推測されます。縦の長さはというと、15メートルくらいはあるんじゃないでしょうか。ここまで、上流側から見て、シップリフトの左側を中心にお話ししましたが、右側はというと、こちらにも怪しげな線が見られます。あらかじめ設計された線には見えない、隙間のようなもの。Google Earth で見ても、同様な線が確認できます。このように、ダムに併設されている設備の周りには、いろいろと問題があるように思えます。三峡ダムは、巨大な重力式コンクリートダムであり、その筋の人から見れば、簡単に崩壊することはない、というのが正解でしょう。そんな中、少しばかり気になる点もあります。ダムの堤体の横に、シップリフトという、船の昇降機がセットになったダムが、中国では多いということです。日本ではまず見られません。しかもその船というのは、ポンポン汽船のような小さいものではなく、先ほどの自動車運搬船に見られるように、3000トン級のバカでかい船です。ほぼ365日、その船を上げ下ろしするわけですから、いろんなところにテンションがかかることは想像できます。建設当時の写真から見てわかる通り、ダムの堤体とこのシップリフトが作られた時期にはズレがあります。もちろん、強度計算して作られているとは思いますが、ダム本体は盤石であっても、その脇にはいろいろ時限爆弾が潜んでいるのではないでしょうか。ここまで見てきて、結構いろいろあるなと思われた方も多いでしょうが、最後にもう一つだけ。衛星写真でダムの様子をよく見ると、赤いものがダムの上にあることがわかります。これはクレーンであり、ダムの運用に使用されます。その大きさについて、高さで言うとビルの8階建てほど、レールに乗ってダムの上を行ったり来たりします。大きな構造物ですから、当然ながらダムへのテンションはかかるわけで、じっくり見ると放射状に伸びた、ひびの補修跡らしきものが見えます。レール幅が30メートルほどあるので、ひびの大きさが半端ないことは想像でき、1箇所2箇所でなくあちこちにあるというんですから、ちょっと心配。心配するだけで何もできないのですが、また新しい情報があればシェアしたいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後2時までの状況。ダム周辺とその上流をはじめ、北から南まで目立った雨雲は見られません。ここ1週間、長江流域や湖北省、重慶周辺では降水は少なく、曇りを中心とした穏やかな天気が続いているようです。次に、今後の予想を見てみます。ご覧の通り、ダムよりも上流地域で、しばらく雨はなさそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が18度、最低気温が3度で、晴れの予報。週末になると、ダム周辺で一雨あるかもしれませんが、あまり雨量は期待できなさそうです。こちらは向こう1週間の PM2.5 の予想です。日本の状況と比べると、あちらの空気がいかに汚れているかがよくわかります。EV、電気自動車が新車販売の半分を占めると、やたら宣伝されていますが、今のところあまりその効果はない模様。石炭火力発電所や工場からの汚染物質がバンバン出ているんでしょうね。報道によると、日本では20日頃から異常高温になると予報が出ており、大陸からの風に乗って PM2.5 も流れてくるかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。東京、上野動物園の双子パンダ、中国に返還へ、半世紀ぶり国内不在に、毎日新聞が伝えています。記事によると、東京上野動物園にいる双子のジャイアントパンダが、中国に返還されることが東京都関係者への取材で明らかになった。国内のパンダはこの2頭のみ。
1972年にカンカン、ランランが中国から送られて以来、初めて列島でパンダが不在となる。来年2月20日が返還期限で、都などが期限延長や、新たなパンダの貸与を中国側に求めてきたが、前向きな返事を得られていなかった。都は期限頃までに返還する予定。以上、東京、上野動物園の双子パンダ、中国に返還へ、半世紀ぶり国内不在についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。今回の上野動物園の双子パンダ返還のニュースを見て、パンダ外交はもう終わりと感じました。もともとは友好の象徴として始まった取り組みですが、最近はその意味合いが大きく変わり、政治的な色合いがあまりにも強くなりすぎ。何か問題が起きるたびに、経済や文化にまで影響が及ぶ状況は、健全な交流とは言えません。パンダは確かに愛くるしく、これまで多くの人に親しまれてきましたが、魅力的な動物は他にもたくさんいます。無理やり象徴的な存在に頼らなくても、日本の動物園や自然環境には十分に人を引きつけるものがあります。過度に悲観する必要はなし。どうしても見たいという方は、本場中国を訪れて現地で観察するという選択肢もありますし、それはそれで一つの体験でしょう。実際、あちらまで追っかけをしている人もいるようです。日本の気象状況について確認します。こちらは、昨日の夜9時までの6時間のレーダーの実績。北陸から東北地方を中心に雨雲が見られます。ニュースによると、今日は日本海側を中心に雨や雷雨になるとのこと。例の地震の注意情報は、16日午前0時で解除されましたが、該当地域にお住まいの方は十分ご注意ください。三峡ダムについてあちらの当局は、一枚岩の花崗岩の上に作られているから大丈夫、と豪語しているようですが、地震などには問題ないのでしょうか。ここ数年、三峡ダムとその周辺の状況を見てきましたが、確かに三峡ダムの近くで、マグニチュード4以上の地震はほとんど発生していません。むしろ上流の方に、地震多発地帯が数多くある状況。結構な頻度で、マグニチュード4から6近くの規模の地震が発生します。だからといってダム周辺が安全かと言われると、たかだか5年ほど観察した程度なので、地球の歴史からすれば、ほんの一瞬に過ぎません。まさか、こんなところで、というのが過去の災害の歴史です。まあ、そうならないことを祈るばかりですが。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。